にぎわう街の悲劇。2008年6月8日、日曜日。この日の東京、秋葉原は、電気街として、そしてサブカルチャーの中心地として、多くの若者や家族連れでにぎわっていました。歩行者天国が実施され、開放的な雰囲気の中、多くの人々が週末を楽しんでいました。しかし、その平穏は、一瞬にして凄惨な悲劇へと転じます。正午過ぎ、一台のトラックが歩行者天国となっていた中央通りに突っ込みました。トラックは猛スピードで数名の通行人を次々にはね、その場で動かなくなりました。周囲の人々が何が起きたのか理解できないでいる中、トラックの運転席から降りてきた男は、手に持ったサバイバルナイフを振り回し、無差別に通行人に襲いかかりました。現場は瞬く間に阿鼻叫喚の地獄と化しました。逃げ惑う人々、倒れる被害者、そして鳴り響くサイレン。わずか数分間の犯行でしたが、その場に居合わせた人々の心と社会全体に計り知れない恐怖と衝撃を与えました。この事件は最終的に7名の死者と10名の負傷者を出すという、日本の犯罪史に深く刻まれる無差別殺傷事件となりました。犯人像と犯行までの軌跡。犯行後、現場近くで取り押さえられたのは、当時25歳だった派遣社員の加藤智弘でした。彼の犯行の動機と背景は、事件後の捜査と公判を通じて徐々に明らかになっていきました。加藤は、幼少期から家庭内で厳しい教育を受け、社会に出てからも人間関係の構築に困難を抱えていました。非正規雇用という不安定な立場と、職場でのトラブルや孤立が彼の精神を追い詰めていきます。彼は、事件の数ヶ月前からインターネットの掲示板に、自らの境遇や社会への不満、そして犯行計画を示唆するような書き込みを繰り返し行っていました。これらの書き込みは、彼が社会からの孤立を深め、現実世界での居場所を失っていく過程の記録でもありました。事件当日、彼は静岡県内の自宅からトラックを運転し、秋葉原へと向かいました。その移動中も、彼は携帯電話から掲示板に投稿を続けており、犯行予告と自らの内面をリアルタイムで公開していました。車で突っ込み、車が使えなくなったらナイフを使う。という、冷酷かつ具体的な犯行計画を事前に示していたにもかかわらず、なぜこの悲劇を防げなかったのか。この点は、事件後の警察やインターネット管理者への大きな問いとなりました。無差別殺人の本質とネット社会。この事件は、無差別殺人の本質が、誰でもよかった、という対象の無作為性にあることを改めて示しました。被害者たちは、犯人とは何の関係もない、ただその場に居合わせた人々でした。加藤智弘は、特定の個人や団体ではなく、社会そのものに対する憤りや絶望を、最も多くの人が集まる場所で爆発させました。事件のもう一つの重要な側面は、インターネットと犯罪の関連性です。彼が犯行に至るまでの過程を詳細に記録し、社会との唯一の接点としていたのが、インターネットの掲示板でした。彼の書き込みは、助けを求める叫び、と、犯罪計画の宣言、という、相反する2つの側面を持っていました。彼にとって、現実世界では無視され続けた自らの存在を、デジタル空間を通じて社会に認知させる、最後の手段だったのかもしれません。事件後、警察や専門家は、インターネット上の自殺予告や犯行予告の取り扱いについて、対応の迅速化と情報の共有体制の強化を余儀なくされました。この事件は、デジタル空間が現実世界に与える影響の重さを、日本社会全体に突きつけるものとなりました。司法の審判と争点。逮捕後、加藤智弘は殺人未遂、現住建造物等以外放火などの容疑で起訴されました。裁判では、彼の精神鑑定が最も大きな争点の一つとなりました。弁護側は、
犯行時の彼の精神状態に問題があったと主張しましたが、検察側は犯行が周到に計画されており、完全責任能力があったと主張しました。裁判所は彼の強い殺意、犯行の計画性、そして無差別に多数の被害者を出した結果の重大性を重く見て、彼の責任能力を完全に認定しました。1審、2審を通じて、裁判所は加藤の孤独な背景や劣悪な家庭環境を認めつつも、その責任は極めて重いと判断し、死刑判決を下しました。最高裁でもこの判断は支持され、2015年に死刑が確定しました。この裁判は、無差別殺人犯に対し、社会がどのように断罪を下すべきかという、司法の重い使命を改めて示すものとなりました。社会への影響と法制度の変革。秋葉原通り魔事件は、単なる一事件として終わらず、日本の法制度と社会構造に大きな影響を与えました。1、銃刀法、刃物の規制強化。この事件を受け、凶器として使用された刃物の規制が強化されました。特に、両刃のサバイバルナイフなどの所持が厳しく制限されることになり、市民の安全確保を目的とした法改正が実施されました。2、歩行者天国の在り方。事件後、秋葉原をはじめとする全国の歩行者天国では、車両侵入防止策の設置や警備体制の強化が図られました。事件の発生様式が、都市の安全対策の根本的な見直しを迫るものとなりました。3、孤立の社会問題化。加藤智大の背景にあった非正規雇用、派遣切り、ネットへの依存、家庭内での孤立といった問題は、当時の日本社会が抱えていた格差と孤独の構造を象徴していました。事件後、政府や自治体は若者の孤立対策やメンタルヘルスケアの強化といった社会的な取り組みの必要性を痛感しました。歴史の教訓と未来への問い。秋葉原通り魔事件は、私たちに安全とは何かという根源的な問いを投げかけました。事件の背景には、一個人の問題だけでなく、社会全体が見えない SOS を拾い上げられなかったという構造的な問題が存在していました。私たちはこの事件の記録をたどり、孤立を生む社会の歪み、インターネットと現実の境界線、そして無差別殺人が社会に残す傷を深く考察しなければなりません。この悲劇を風化させず、個々の命の尊厳が守られる、より温かい社会の実現に向けて、私たちは常に問い続け、行動し続ける必要があります。